ダブルゼータから逆襲のシャアをつなぐ機体 AMS-123XX ムーンガンダム。 AMS-123XX ムーンガンダムは漫画「機動戦士ムーンガンダム」に登場する主役機体です。本作の主人公ユッタ・カーシムが登場し、機動戦士ガンダムダブルゼータの部隊である宇宙世紀0088から機動戦士ガンダム逆襲のシャアの部隊となる宇宙世紀0093の間に起きたネオジオン軍とロンドベル隊の戦いに巻き込まれていくことになりました。今回はそんなムーンガンダムについて解説させていただきます。宇宙世紀において人類はあまたのスペースコロニーに住むようになりました。そんなスペースコロニーは地球と月のラグランジュポイント、すなわち重力の釣り合いが取れる安定したポイントを中心とした軌道上に配置されており、このスペースコロニー群のことをサイドと呼びます。その中に始まりのコロニー群であるサイド1がありました。サイド1のコロニー群を建設するために周囲の隕石群の中に小さな開発基地が建てられていましたが、サイド1が建設終了したことによってこの基地は放棄されました。しかし実際には密かに残留を続ける者や不法移住者たちが集まって生活を続けていました。そしてその者たちは外部との接触を断ち、狩猟によって生活をするという独自の生活様式にまで対抗していきます。その結果、科学技術の結晶であるスペースコロニーで生活をしながらにして科学技術を捨てて自然と共存することを理想とした光族の教えが広められていきました。この基地をムーンと呼びます。ムーンはこういった経緯を持つ宇宙世紀初期のコロニーのため、他のコロニーよりも外壁が薄く放射線対策も不十分なので住民の疾病率が高くなっています。しかし光族の教えがあるので医療技術は発達しておらず、さらにムーンで生まれ育った世代は科学技術をほとんど知らないほどの文明から隔離された世界になっていました。機動戦士ムーンガンダムはそんな宇宙世紀の時代から忘れられたムーンの民から見た宇宙世紀作品として描かれています。宇宙世紀0091、地球連邦軍外郭部隊ロンドベルに編入した当初のアムロ・レイはリックリズに登場してティターンズ残党軍の掃討作戦に向かいます。その中でサイコガンダムマーク4ジードアーズと遭遇し、激しく損傷するもなんとか撃破することに成功しました。ジードアーズはアムロによって破壊されたものの、その頭部と一部のパーツは宇宙を漂流し、1年後ムーンに漂着することになります。サイコガンダムマーク4ジードアーズはサイコガンダムマーク4の3号機となります。ニュータイプの感能波を増幅させて遠隔操作を行うためのサイコミ装置は従来は大型なものでしたが、ファンネルにサイコフレームを組み込んだ16枚のサイコプレートを装備することでニュータイプの感能波を増幅させる装置を外装させることに成功しました。これによってサイコプレートをファンネルとして使用できるだけではなく、パイロットの感能波を増幅させて機体の操作系に作用して反応速度を上げることも可能になりました。ジードアーズ開発当時、新生ネオジオンを立ち上げるべく暗躍するシャアーズナブルはまだサイコフレームを開発できる状況ではなかったので、ミスター・エンキドゥという人物を通じて過去にサイコガンダムを開発したティサーンズの残党へサイコフレームのアイデアを提供して開発や検証を行わせました。そしてデータ収集後は連邦へジードアーズの情報をリークすることでアムロに撃破させています。なおエンキドゥとシャアが同一人物かどうかは明らかにされていません。ジードアーズの武装としてはまずトウブバルカン、ビームサーペル、ビームライフルといったシンプルなものを装備しています。そして背部にその特徴ともいえる16枚のサイコプレートを搭載しています。ドアーズという名前の通り、扉に見える形状に配置されたサイコプレートは射撃機能を持っていませんが、作中ではリックリジュの左腕を一撃で切り落とすなど直接的な打撃ができるほか、防御兵装としても使用可能です。ムーンに漂着したジードアーズの頭部とサイコプレートの一部は忌むべき機械として廃棄するべきかどうかの議論が交わされます。そんなジードアーズに興味を示すユッタはネオジオンとロンドベルの戦いに巻き込まれて宇宙に漂流してしまいますが、ネオジオンのアゴス・ラガートが登場するバルギルに救助されました。 AMX-123X バルギルはネオジオン再放棄に向けて開発されたニュータイプ専用機となります。ネオジオンはアナハイムエレクトロニクスへギラドーが開発を委託しましたが、その後
完成したギラ動画と R ジャジャの技術を反映した機体としてギラ動画サイコミュ試験型が完成します。しかし本機はサイコミュの小型化ができておらず機動性に難があったので新型機の開発を進めました。こうしてヤクト動画とバルギルが完成します。後のサザビーへつながるプロトタイプと目されるバルギルはギラ動画の 1.5 倍に強化されたジェネレーターや多数の推進機が配置されており、さらに軽量化が施されているので高い運動性能を発揮します。しかしヤクト動画と異なりサイコミュシステムが安定していないので安定性を欠いた失敗作とされています。武装としてはグレネードランチャーを内蔵したビームライフルや超重心のロングライフルのほか、ビームトマホーク兼用のビームサーベルといったサザビーに似たものを装備しているほか、両腕部にはバタフライエッジを装備します。また6機のファンネルを装備しているものの、パイロットである強化人間のアゴスはサイコミュの不安定さもあったからかファンネルを起動させることができませんでした。しかし作中ではシータプラスとの戦闘の中、使えないファンネルラックの右側を自ら切り落として運ぶと投擲し、頭部を潰されつつも戦います。苦戦するバルギルですが、救助したユッタがジードアーズの頭部と呼応してバルギルのファンネルを動かすなどの活躍を見せつけ、窮地を脱することができました。そして戦闘後はジードアーズの頭部の解析を行うためにサイコミュにつなぐしかないという判断からバルギルにジードアーズの頭部を付け替えることになりました。ジードアーズの頭部を付けたバルギルですが、アゴスはユッタがファンネルを使用できたことから自分と共にバルギルに登場して戦うよう促します。しかしアゴスが戦闘の余波で身動きが取れなくなってしまったので、ユッタは単独でバルギルに向かいます。こうしてバルギルに登場したユッタは仲間たちを救うために立ち上がり、コロニーの外壁に散らばっていた8枚のサイコプレートを操ります。そしてその姿を見た者たちはこの機体のことをこう呼びました。ムーンガンダムと。この姿のムーンガンダムはまたの名をバルギルガンダムヘッド&サイコプレート搭載型と呼びます。武装としてはジードアーズの際は16枚あったサイコプレートは半数が失われたので8枚になってしまいましたが、ユッタはサイコプレートを自在に操るネオジオン過激派がカルハンマに似たモビルアーマーメルッサと戦います。ビーム兵器を防御したり、サイコプレートを並べて槍のように投げつけ、コックピットだけを一撃で射抜くほか、トンファーのように構えて敵機を切り刻むといった使い方もされています。その他の武装はバルギルと同じなので、ビームトマホーク兼用ビームサーベルを使用して戦う姿も見られます。ムーンガンダムはガンダムヘッドに搭載されていたサイコミュがバルギルのシステムを上書きしたので、バルギルのパイロットアゴスには扱いきれない代物になりました。そしてネオジオンに収容された後に連邦軍に囚われたミネバを救出するため、アムロ・レイが登場するガンダムを語って連邦軍に近づくという作戦を実行するために白ベースの色に塗装し直されました。こうして完成した白きムーンガンダムはサイコプレートを背負えるように改修されました。またネオジオンが解析を行った結果、ユッタの官能波とムーンガンダムのサイコミュが紐付けされていることが判明し、リセットをかけて使用できなくなることを避けるため、ユッタが正式なパイロットになります。正式な装備が施されたムーンガンダムは作中でトウブバルカンを使用しているほか、バタフライエッジを用いてサイコプレートを拘束するワイヤーを切断するといった描写がされています。ユッタはネオジオンと共に連邦軍に拘束されているミネバを助けるため連邦軍との戦いに参加していくことになりますが、増援に来たリック・ディジェ海をカル・アムロ・レイとも戦いを繰り広げることになりました。その中でユッタはサイコプレートの共鳴作用を起こしてアムロたちと意思を共有して危機を脱するなどの力を発揮していきます。なおアムロはこの当時ニューガンダムの開発中でしたが、ムーンガンダムのサイコプレートからフィンファンネルの着想を得ています。余談ですが、機動戦士ムーンガンダムは映画版逆襲のシャアのパラレルワールドとして描かれた小説機動戦士ガンダム逆襲のシャアすなわちハイストリーマーを聖主として位置づけられており、逆襲のシャアにつながる箇所が多々見受けられます。そのため機動戦士ガンダムダブルゼータの後年の物語としてダブルゼータガンダムの派生機シータプラスが登場したり、逆襲のシャアの前段階の物語としてリガズイの先行過程で生まれた機体リガジードが登場するなど、
旧来のファンを取り込むための試みが随所に設けられている面白い作品なので、未読の方はぜひご覧になられてはいかがでしょうか。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。